大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、この間まで綺麗に花の咲いてたしだれ桜ですね、毎年、この春の時期に、綺麗な花を咲かせるんですが、今日はそれの剪定とあと、植え替えとを、一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずじゃあ剪定からなんですが、桜、昔から桜を切るなんとか梅切らぬなんとかつってこういろいろ言われるのがあるんですけれども、実は桜っていうのは、古くなった枝をそのまま放置すると枝ごともうごっそり枯れてしまうというものなんですね。で、なんでじゃあ昔から桜切るもんじゃないって言われてたかっていうと、桜っていうのは切った切り口から水が入り込んだりするとどうしても枯れやすい、中がもうスカスカになって腐りやすいので、桜あんまり切るもんじゃないというふうに言われているんですが、実は桜っていうのは、古い枝切って新しい枝を作って、差し替えるという形で切らないと、何年かすると、ぼっそり枝が枯れるというのが桜ですね。で、そう難しいことではないんですが、特にこのしだれ桜に関しては、こういった下に垂れるこういうしだれるこういう姿が美しいという形で、皆さんに好まれてるんですけど、これを作るためにじゃあいつ頃剪定したらいいかというので、実際はもっと本当は秋とかそういう時に剪定したりするんですけど、それでやると次の年は枝がないという状態になりますので、花が終わったこの時期に、すぐ切ってしまうと。そうするとその後出てくる、もうちょっと葉っぱが少し出てるんですけど、こうやってどんどん新芽が今から出てくるんですけど、これが、夏ぐらいまでにはもうこのぐらいの長さまで伸びると来年にはまたこの姿が作れるという形で、この時期に、花が終わったタイミングで、剪定をしてもう同時に植え替えまでしてしまうと。で、桜に関してはですね、どんな桜もですけど、土の表面に細かい根がいっぱい出るんですね、表面の方に。そうすると水通りが悪くなってしまって、実際は鉢と土との間を水が通るような形で、中になかなか染みないという現象が起きるんですね。そうすると当然、夏場は水不足というので水切れで、下手すると枯らしてしまうということになりがちなので、若い木であればできれば毎年、ちょっと古くなった木でも2年に1回ぐらいは植え替えをしてあげた方が好ましいというものですね。で、あとは使う土とかによって、毎年植え替えっていうのも大変ですので、2年に1回ぐらいで抑えられるようにですね、水通りを良くするための、土をちょっと使うというような形で、なるべく、2年ぐらいで植え替えをすれば間に合うような形にはしていきたいというふうに思ってます。はい。じゃあ実際に剪定の方をやっていきたいと思うんですが、よく言われるのでどこを切ったらいいんやろうかっていう質問があるんですけど、この元の方から数えてもらって、だいたい芽2つ目か3つ目ぐらいのところで切るんですね。この辺ちょっと分かりやすいんですが、ここに1つあって2つ目があって3つ目っていうふうにあるんですけど、ここを、数えても数えなくてもいいんですけど、だいたい2つか3つ残してもうここから切ってしまうんですね。なるほど。もう実際に切っちゃいますけどいいですかね。はい、もうここからバツッと切ってしまう。でこういうふうに上から数えて2つか3つ残したところでもう切ってしまうと。で今ちょっと切ってる途中ですけど、これ花が咲いた後なんですね。でこれそのままほっとくと、どっかあるかな、こういうふうに実になるんですね。こういうふうに花の跡が実になるんですけど、こういう残ってるやつはもう切っておきます。こうやって種ができるとどうしてもそこに
養分取られますので、まあ木がちょっと弱るというかですね、あまりそっちに栄養を取られないようにですねするために、もうこう切ってしまう分はいいですけど、例えばまあここをこう切りました、残ってるところにこういう花の跡が残りますので、まあこういうやつももう落としてしまうと。でここも実だけじゃなくて花の跡も落とすと。だからこの花の跡が実になるんですよ。なるほど。だからその残ってる部分を一緒に落としていくんですけど、でこういうのがちょっと問題なんですよね。ここでまたできても同じようにこうやってクロスしてしまうので、まあどっちを残すかなんですけど、まあそうですね、こっちはもう取っちゃいましょうかね、元からですね。でこういう花柄の後は取っときますね、もうこれで。バッサリいくんですね。バッサリいくんですよ。いくんすね。はい。で今これちょっとここ残してたんですけど、こういうふうに内側の木の幹の方に向かって出てる分ですね、これはあまりまあ先々も美しくないので、こういうのはもう元からちょっと取ってしまいます。要は綺麗にこういうふうにこうしだれてくれるようにですね、するためにもうこういう余計なやつというか、こういうのはもう取っちゃいます。でさっきのこの実になった分ですね、これももう落としてしまいます。まあ桜の実ですので、まあ言うたらさくらんぼみたいなもんなんです。ただこれは食べれませんので、まあ食べれないというか、まあ頑張れば食べれなくもないんでしょうけど、美味しくはないのでですねでここも先ほどと同じでですね、ちょっとこうクロスしてしまってるんですね。この枝がですね、ここに出てる分とここから出てる分が枝がクロスしてしまってるので、まあ普通にやればここ、まあ例えば2つ3つ残してということでこういうふうな形で切るんでしょうけど、まあ来年もここどっちみち重なってしまうので、まああまり美しくないということで、ここはもう元から取っちゃいます。こういうふうにですね。でここも全部一緒ですね。まあこれもなくてもいいんだけど、まあちょっと短めに切っておきましょうかね。もう結構がっつり切っちゃいました。切れました。もうさっきまでのしだれた姿とは大違いでですね。で先ほどまあこう切った切り口でまあ切り口をきちっと養生しとけばですね、桜の場合は大丈夫なんですけど、しだれ桜の場合は当然切り口、枝を切った時切り口が下向いてますので、ここからまあ雨水が染み込むということはまあそうないのでですね、ここの切った切り口に関してはまあさほど心配いらないんですけど、先ほど切ったここですね、元、元からこう切ったところですね、ここをちょっときれいに処理していきますね。まあ皮がちょっと巻きやすいように切った後にこういう切り口のボンドですね、まあこういうのをちょっと
でこう養生したあんまきれいにならなかったですね。ちょっとはみ出ちゃいましたね。でまあこうやって塗っといて乾けばいいんですけど、当然これこういう切り口のボンドってまあいろんな種類があって、粘土タイプのやつですね。こういうやつですね。大きい切り口なんかはこういうのをちょっと、上に塗って、塗ってというか貼って、蓋をするような感じですね。であとはまあちょっとこういう枝の小さいとこなんかはこういったペースト状っていうかですね、これは気温のあるっていうやつですけど、こういうやつを塗って、腐れ防止というか水が入り込むのを防ぐやつなんですけど、これは園芸店なんかで購入されてもいいですし、そうですね、地域によってはなかなかちょっとお店がないというところもなんか聞いたりするんですけど、どうしてもお近くにない場合はですね、大概どこでもコンビニさんでも売ってる木工用ボンドですね、あれでも代用できますので、切った切り口に例えば、炭ですね、墨汁、こういった炭ですね、墨汁、はい、これをちょっと切り口に塗ってあげるんですよ。そうすると殺菌効果というかで、そういう効果がありますので、塗ってあげて、それが乾いたら木工用ボンドで蓋をすると。でただ下の黒いのが目立ちますので、それがどうしても気になるっていう方は木工用ボンドに、うちではちょっとあんまりやらないけど、ちょっと絵の具を混ぜる方いらっしゃるんですね。木の肌に似た色にして、木工用ボンドで蓋をすると。木工用ボンドって乾けば透明になりますけど、どうしても下地その墨を塗ってると黒いのが目立つっていう場合はそういうところちょっと絵の具を混ぜてやるっていう方もいらっしゃいます。ちょっと赤っぽい木だとちょっと赤色とかいろいろ色を混ぜたりしてされる方もいらっしゃるみたいですね。うちでは普段こういうのを使ってますけど、そういうのでも代用できるということですね。あんまりうちあたりがそういうのを言うと販売してる方だからですねあれなんですけど、どうしてもなかなか近くにないっていう方はそういうのでも代用できますので、やってみられると、試してみられるといいかもしれないですね。特に庭木なんかだと切り口が大きかったりしてなかなかこういうのを一本丸ごと使うっていうのもちょっともったいないのでですね、庭木なんかちょっと切った時には墨を塗って乾いたら木工用ボンドで蓋をするという形でもいいんじゃないかなと思いますけどね。あとホームセンターあたりであるコーキング剤なんかも使えなくはないですね。要は水が入り込まないようにして、あとそこを肉が巻いてくれればですねいいわけですから、そういったものをちょっと使用するという方法も一つあります。大場さん、これどっから芽が出るんですか？今こうやって新芽が出てますけど、こういうとこからこう出てくるんですよ。例えばこういう今芽が出てますけど、こういうとこからこう出てきますので、だからあんまり残してないですよね。なるほど。割合コツがあるんですね。分かりやすいところで言ったらこういうとこですね。これ切ってありますよね。その上に出てた芽からこうやって出てるわけですけど、あとそうですね、こういうとこもですね、ここが切ったところですね、そのここからこう出てたわけですけど、なるほど。結構それがもう1年でバーッと伸びますので、今年の夏過ぎぐらいにはもうここまで伸びてますからね。もちろん途中で水切れをさせないとか、肥料を与えるだとか、そういったのももちろん必要ですけど、こんなに切って来年芽が出るんじゃろうかとですよね、思われるんですけど、こんだけがっつり切っても出ますのでね、最初ちょっとどうしても心配な方は半分ぐらいこうちょっと間引きするような感じで抜いてもらってっていう形でもいいですけど、その後の管理さえちゃんとしてれば芽は出ますので。この時期こうやってちゃんと剪定するとうまくしだれると。そうですね、毎年先ほど切る前の状態に作れるという形ですね。で当然新芽、どういうふうに吹く
かっていうのはまあ出てみないとっていうところもあるので、先ほどとちょっとこういう取ったところ、こう枝がクロスしているようなとことかですね、そういうところは取った方がいいですね。特にこの幹の方に、こっちだったら幹の方にこう向かって出る芽とか、こういったやつは出た時にも取ってあげるといいですね。外側に向かってこう出る枝だけを残してあげると、より見た目も美しい木が作れるんじゃないでしょうかね。でなんかさっき言われたその11月ぐらいに剪定したらどうなっちゃう？この短いままですね。結局秋9月か11月ぐらいでこう剪定すると、当然もう夏花が終わった後の新芽でも次の枝が出てますからね。で逆言ったらこれが例えばここから今年バーッとありましたと、途中の芽からこう出るんですね、新しい芽が。それだけを切る分だったら問題ないです。本体をこう短くしなくてもですね。そうすれば本体はそのまま残ってますので、ただでもそれもいずれは切らないと、ずっとほっとくとその枝ごと今度はぼっそりいきますので、新しい枝に差し替えるという意味ではこういうふうな形でですね、これでもちゃんと来年にはというか今年中には全部枝こう出ますのでね。で出た中で横にこう出てくるやつ、幹の方に向かって出るやつを落として、綺麗なしだれた姿に整えてあげると。これは夏以降9月秋口ぐらいからそういう作業をしていけばいいですね。で古いまま残しておくと枯れる可能性がある、枝が。可能性がというか、結構な確率で枝古くなってくるとボソッと枯れますので、できたらもうそういうのは早めに処置してあげて、毎年こう綺麗な形を残してあげた方がいいですね。じゃあこの時期の大事な作業ですね、これね。そうですね。だからどちらをするかなんですけどね。秋に剪定して、だから本体を残しといて脇からこう出てるやつだけを処理するか、こうやって今の時期にがっつり切ってしまって、で新しい枝をバーッと吹かせるか、それはどちらでもいいんですけど、こうやってやっとった方が植え替えた時も当然残してるとそれだけ水が必要になりますからね。と夏場に一番水が必要な時に十分水がもし与えられてなければ当然水切れを起こしますからね。だからそういったのを防ぐ意味でも、ここまで切っておくとですね、要は葉っぱがたくさん残ってるほど水を必要としますから、そういうのがある程度軽減できるというのもあって、夏場水不足を起こさないためにももうすっきりさせておくと、それでもちゃんと出ますからね。今ちょっと剪定を終わらしたんですけど、切る、場所ですねは、元の方から、2つか3つ残したところから切るというのが1つですね。で、あとはもうその本体の幹の方に向かって入る分は、取り除いてあげる。残しててもあまり綺麗じゃないのでですね、例えば今残してるこれ残してますけど、これも場合によっちゃこちら側にかぶる可能性がありますから、先々はもしかしたら落とすかもしれないですね。これが綺麗にそのままこっち出てくれれば、残しててもいいかなと思いますけど、本来こちら側を正面で見ますのでなくてもいいんですけど、とりあえず今の段階では取っといて、先々どうするかをちょっと決めていきますけどね。であと桜は全部こう言うたらそのさくらんぼってやつですね。花の後にこう実がなりますので、取っててもこういう桜のこれの場合は実黒ですからね、真っ黒になるんですよ。でついててもあまり綺麗じゃないので、食べれるわけでもないし、木がくたびれないためには早めに取っといた方がいいです。だから花が終わった後にこう実がなってるのがポチポチついてますので、そういうのも、こういう剪定の時にも一緒に取ってしまうっていう形ですね。
なとこですかね。あとはまあ切り口を、水が入り込まないように、染み込まないように、先ほどちょっとこちら側ここ塗りましたけどね、こういうところですね。こういうところの、養生をしといてあげると先々、こういうところから枯れ込みが入るということはないのでですね、処理をきちっとしとっていただくといいかと思います。で今、剪定終わりましたけど、大体、今日はしだれ桜の剪定ということになってますけど、桜全般似たような感じですね。剪定の方法としてはですね、古い枝を極力、取って新しい枝を差し替えてあげると。でしだれの場合も普通の桜の場合もそうですけど、必ず夏頃その新芽が出てきた後、徒長枝言ってですね、極端にパーッと走る芽が出ます。ああいうのはもうほっとくとですね、当然そちらに養分いきますし、で徒長枝っていうのはどうしてもこう石棺っていって、これの間が勢いよく出ますから距離が長いんですね。で取っといてもあまりいいことはないし、盆栽の場合こういうのはあまり太い枝を残してしまうとですね、ちょっとバランスも悪くなりますから、徒長枝が出た時にはその都度切ってあげた方がいいと思います。で桜に限らずですけど、先ほど剪定の、ポイントということで、この幹に向かって生える分はっていうのを言いましたけど、そういうのもあまり綺麗じゃないのでですね、そういったものも除去してあげるといいかと思います。ですね、だいたいどんな木も似たようなやり方ですけど、桜の場合は2つ目3つ目ぐらいで切って落としてあげて、中央に向かってくるやつは極力落としてあげると。で切った後の切り口をきちっと養生してあげるという形がポイントでしょうかね。以上これで、しだれ桜の、剪定ですね、剪定のポイントといいますかになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。